ピンポーン。ようこそ。こんばんは、こんにちは。おはようございます。久々に言っちゃった、これ。まあいいか。まず最初に、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。はい。ということで、もう今日も始まりました。ブーブーラジオ、最近、かなり更新時間が遅めということで、すいません、楽しみに待ってくれてる方は。だいぶね、寝ちゃうんですよね。もう、平日の終わりは寝てしまう。ということで、そんなことはね、どうでもいい。もうとりあえず進めていけっていう声が聞こえてきたんで、どんどん進めていくんですが、今日は、先週に引き続きですね、告白やプロポーズの素敵なエピソードを紹介できたらと思いますので、題して、告白プロポーズキュンキュンスペシャルイェイ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 ということで、やっていきましょう。皆さん、はい、もうブーブーラジオ、グダグダですが、もうグダグダなりに頑張ってます。ちょっと角度を変えてもいいですか？ちょっともうちょっとこっちに寄りたいと思います。今日髪型変じゃね？なんか、これ、なんかセンター分けにしてみたけど、なんかもう、変じゃね？はい、ということで、先週さ、まさかここ最近のブーブーラジオ、なぜか、ブーブーラジオ中って、いろんな機材をこうセットして撮影してるからなのか、なんかすぐ携帯が熱くなっちゃってね、なんか途中で、いつももう携帯が熱持ちすぎたんで強制であと30秒後には切れますみたいなのがこうね画面に急に出てくるんですよ。で、こんだけブータさんも30分とか下手したら1時間ぐらい喋ってるのにデータ消えたらやばいやばいと思って一回消えたことがあんのよ。ごめんなさい。いつも通りグダグダ。はい。の音楽が止まっちゃった。そう、覚えてる妖精おじさんの一日密着ってやつで、筋トレ動画を必死に撮ってたのに、もう携帯が熱くなりすぎて、頑張ってた映像すべてパーになって、っていう経験があるからさ、うわ、やばいやばい、またあんなこと、もう二の舞は嫌やと思って、いつも焦ってすぐ消すんですけど、だからもう最近のブーブラジオね、急に強制終了してること多いんで、本当にすいませんって感じなんですが、今日は無事、綺麗に終われるのか、どうなのか、やっていきたいと思います。じゃあもう早速ですね、紹介していこうと思うんですが、昨日じゃない、先週ね、いろんな告白エピソードやプロポーズエピソードを紹介したんで、また概要欄に URL 貼っとくんで、第1弾そちら先見てもらった方がいいかもしれないです。じゃあ、今日は第2弾ということで、誰から行こうかな。ちょっとね、先週はもうすっごい、もうそれぞれの人のやつをガーって見たから覚えてたんですけど、思い出せるかな。てかさ、あと3人ぐらいですね。今日3組紹介しようと思うんですけど、じゃあ行きます。ミッキーさん。子供の頃は家庭の影響からか結婚願望が全くなかったのよね。でも無償の愛を手に入れたくて自分の子供は欲しかった。で、ある日赤ちゃん欲しいなってボソって言うと、結婚するって疑問系の言葉、思考止まったよ。本気のプロポーズなら英語で言ってと返したら、英語アレルギーの旦那様は、教えてくれたら言うと。だからメモに Will you marry me? と書いた。そのメモを見ながら真剣な顔で、我読めねえだって、なんか日本語みたいやなとも言われ大爆笑。ちょっと待って、やめてよ。ロマンチックのかけらもありませんでした。私の返事はもちろん、嫁にはならんけど奥さんになってあげる。キャー、恥ずかしくなってきた。なあ、こんなタイミングで急に部屋入ってくるのやめてくれる？もうお風呂入ったんだか。早くね。そう、今日出かけるんですよ。誕生日祝いプラス記念日祝い祭ということで、なんかあんまりね、お祝いできてるようで、できてるんですけど、なんかまだまだ物足りないということで今日もこの後実はデートします。はい。なので、ブタロ髪の毛いつもと違うんですけど、なんか今日はあんまり。
黙れよ、マジで。なんてテカテカしてるからってこと？ベタベタしてるめっちゃムカつく。めっちゃムカつくんですけど。誰がベタベタしてるやん。まあそう、まあこの後ちょっとデートするんで、ごめんなさいね、ちょっと紹介してるところ、ちょっとね、急に、あれみたいな、私の紹介中にこんなことしないでって聞こえそうですけど。いやー、だけど、なんかこれ素敵じゃない？ちゃんと伝わったから、ブー太郎のこの下手くその読み方で。まあそう、結婚願望はなかったけど、まあ長く付き合ってた人がいたんでしょ。で、ぼそっとまあ何の、あれもなかった、さりげなく赤ちゃん欲しいなって言った途端、なんと急に、結婚する？素敵じゃないですか。まあ、ドキッとしますよね。そんなつもりで言ったんじゃなかったとしたらね、めっちゃドキッとすると思う。ねえ、でもさ、そこでさ、強くない？ミッキーさん。本気のプロポーズをしてって、英語で言ってって。なかなか言えないと思うんですけど。すごいなと思って、ブー太郎。で、ちゃんとさ、教えてくれたら言うって言って、ちゃんとメモ書いたわけでしょ。これね、ちゃんとブー太郎の発音良すぎて、なんて言ったか分からなかった人のためになんて言ったかもう一回説明しておくと Will you marry me?Will you marry me? と書いて渡したらしいんですよ、メモ。で、それをWill you が我なんかな。で、You が You marry で陽明、我陽明、ねえ、me がねえってことかな。で、多分旦那さんは言ったっぽいらしくって、我陽明ねえ。こんな発音いいの？本物の Will you marry me って。普通になんかちょっと英語の先生っぽく言うとさ、Will you marry me? じゃないですか。まあちょっとメープルスラップじゃないけど、まあ、ブー太郎なりのすごいこう、ネイティブな。メープルスラップも全然ネイティブじゃないねんけど、ネイティブっぽくいくとしたら、ちょっといきますね。Will you marry me? どうこれ？もう一回いく？Will you marry me? 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 この言ってる時の顔がめっちゃ腹立つんけど。わからん。なんか will って発音せえへん気がしない。Will you marry me? Will you marry me? メリーもはっきり言ったらあかんやな。Will you marry me? わからん。まあこんな感じで。いやでもこれすごくない？で、なんか日本語みたいやなって言われて大爆笑したし、ロマンチックのかけらも確かにないけどさ、いいじゃん。一生忘れない爆笑、やっぱ爆笑した時のエピソードって忘れないからさ、素敵だと思います。で、今も一緒に仲良くいるんでしょ。素敵じゃないですか。だって、子供が欲しいけど結婚願望はなかったけど、未だになんだかんだ仲良く続いてるっていうのは素敵だなと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はもうあとね、2エピソードで終わってしまうっていうことなんで、なんか無事、なんか30分で終われそうな気しかしないから、ここから行きたいと思います。今日のブーブークッキングって言いそうになった。やり直し。今日のブーブーおやつタイム。ガブガブ、ガブガブ、ガブリンチョ。はい、ということで紹介したいと思います。今日はですね、なんと職場の先輩から、実は先日、お父様が亡くなってしまいまして、そう、もうとても大変ね、残念だったんですけど、まあ、何日かお仕事もちろん休まれて、家のね、こととか大変じゃないですか。で、いろいろされてて、で、もちろんね、こう、お渡ししたんですよ、お気持ちだけ。そしたらなんかわざわざね、お返しいただいて、虫叩いてるゆうちら、急にパンパン言うかもしんない。すいません。で、これお菓子じゃーん、サムネにもなってると思うんですけど、めっちゃいただいちゃいまして。で、これね、ブルトンヌっていうお菓子なんですけど、豚を食べたことなくって、これ結構有名らしいですね。なんか焼きたてのお菓子がお店のとこでは食べれたりとか、もう行列が並ぶぐらい有名なやつらしくって。で、これね、もう実はこれ開けたらバレるんですけど、もうちょっと食べちゃいました。じゃーん。これ、ブルトンヌで3種類入ってて、こっちは焼き菓子が。でもフィナンシェとか昔から大好きなんで、こういうケーキ系
もうブー太郎にはドンピシャでしたね。こんな感じです。で、これが結構ハードな感じの、なんかクッキーっぽいやつなんですけど、ブー太郎はどっちかっていうとこっちのなんか柔らかい、これが好きでした。これちょっとじゃあ食べてみたいと思います。もうこのもなんか、わかります？風味が。あーって。ちゃんとバター使ってるなーって。うん。言ったけど、マーガリンやったらどうしよう。いや、バターやと思う、これは。どこに書いてる？あ、バターですね。うん。やっぱり、バターとマーガリンって、似てるけど、やっぱ風味全然違いますよね。これやっぱバターなんですよ。これでマーガリンやったらめっちゃ恥ずかしかったわ。ちゃんとバターの香りが。うん。なんだろう。ちゃんと、表面は、しっとりしすぎてないっていうのかな。この、裏側、表側。だから、イケメンやな。あ、綺麗やな、この人って感じ。可愛いな、この子じゃないんですよ。あ、綺麗やな、イケメンやな、みたいな、この、入りから、あれだけど、知っていけば知っていくほど、あんたって、クールじゃなくて、可愛いとこあるやん。あんたにも、そりゃ、赤ちゃんやった時代がありますんやな。って思わせてくれるような味。伝わったかな。香りがいいですね。シンプルなんですけど、もう本当に、想像通りのお味だと思う。こういうカップケーキ系の味なんですが、でも、くどくないし、食べやすいし、甘すぎないし、で、香りも、そのバターの風味ですごいいいし、で、こう、口触りっていうの、なんかそれがちょっとね、こう、繊維が残る感じがあるんです。ちょっとこう、だからベタベタしすぎてない、なんかちょっとこう、プチプチプチってなんかくる、新鮮さがありますね。で、もう一個、これ、ちょっと皆さん気になった方も多いと思うんですが、何でしたっけ？ちょっと先日、紹介させていただいた、ケースがなくなってる。エチレだったっけ？エチレのクッキー、エシレか。エチレってなんかエロいな。エシレのクッキー。あれがね、ブー太郎の中でちょっと史上ナンバーワンの今ちょっとクッキーに躍り出てて、で、ちょっと似てるの。形とか、もらった、このクッキーと、このもらったやつと。で、だけど食べたら、また別物なんですね。で、エシレは、表面硬いんですけど、もう噛んだ瞬間に、ふわふわーってもう粉のように繊細に溶けていくわけ、口の中に。前も説明したと思うけど。で、これはもう見た目通りなんですよ。だから、こう、カチカチってしてるんですけど、ね、食べた後も、あ、見た目通りですね、みたいな。ギャップはありません、みたいな。結構ハードなんですよ。口にこう、ちゃんとがっつり残ってくれるっていうのかな。そう。だからこれはこれでありなんですよ。だからちょっと、もうハードやったらハードがいいっていう人は、こちらの方がいいと思うんですけど、ブー太郎はね、表面はこう、カリッ、中はちょっととろけるっていう方が好きなんで、どっちかっていうと前のエシレの方が好きでした。これはこれでもちろん美味しいんですけど、うん。で、香ばしい味が、まあ、味も違う風味と、ほら。わかる？めっちゃ音するっしょ。噛めば噛むほど、まだ私たちクッキーですってアピールしてくる感じ。まだ私たち生き残ってるで、みたいな。溶けへんで。あんたにもっとハードを味わわせるでっていう。ハードの究極体って感じですね。そう。それの集合体か。何究極体って。そう。だからこれはこれで大好きです。美味しいです。
いや、ありがとうございます、先輩。本当に。で、もう一個の方ね。こちらもクッキーなんですけど、またちょっと違ったクッキーなんで、ブルトンヌでも。また、これは、まだ食べてないんで、食べてないのになんで違うって分かったんって思うけど、予想です。後半紹介していきたいなと思います。ちょっと待ってな。結構口に残るんですよ。ハードやから。私たちハードやでや言うて、口で暴れ回ってくれるんで、なかなか喋るのに大変です。はい。では、続きまして、紹介しようかな。アブちゃんさん。プロポーズの言葉は、付き合い始めの頃に、2、3年気持ちが変わらなかったら結婚しようね、みたいなことを何気に言ってたんだけど、その付き合い始めて間もなく、私が入院することになって。結果大丈夫だったんだけど、3ヶ月入院した時に、3回会議では来れなかったこともあったんだけど、それ以外、毎日来てくれて、そして、この言葉が忘れられないんです。一人で直そうと思ってるから辛いんだよ。一緒に直していこうね。って言ってくれた言葉が嬉しすぎて、結婚するならこの人って強く思って結婚しました。ただ、結婚してからその話をしたら、そんなこと言ったっけって忘れられてた。でも私がしっかりそれを覚えてて、今に至るまで定期的に思い出しながら、その頃の気持ちを振り返っていたけど、結婚して30年近く経った今では、もうその時の恩は返してて、逆に私の方が感謝されてもいいようなくらいにはお世話しています。素敵じゃない？このエピソード、みんな。どう思いました？やばくない？キュン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 タイム。はい、キュンキュンキュン。キュンキュンキュン。キュンキュン、どん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 、キュンキュンが襲う。あなたのそのセリフ、脳裏に焼き付く私のボイ。ボイ、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 胸も高鳴るボインキュン、ボインキュン。キュン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 。キュン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 。もうキュンキュンタイム止まらないボイン、ボイン、ボイン。怒られそう。ごめん。ちょっと待って。怒られそう。こんな素敵なエピソードって言ってるのがバカにしてるみたいな。違う。ごめんなさい。今のは CM です。CM なんです。キュンキュンタイムっていうちょっと歌の発売のもうなんなのこのブーブーラジオのいつもグダグダな CM。でもさ、みんながコメントでだって褒めてくれるんだもん。面白かったとか、即興ソングすごいですとか、もう先週とかもさ、なんでしたなんでしたなんかのさ、すごいってなったんですよ。ちょっと巷で湧いてたんです。コメントで。この歌すごくないみたいな。でもちょっと忘れた。何の歌やったっけ？紅茶？わかんない。なんかとりあえず、何の歌やったかな？もうちょっと思い出せそうなんでやめときますけど、褒めてくれたらさ、だからちょっと許してください。もう今回もちょっとどう思ったか、キュンキュンソング、感想お待ちしてます。いやだけど、ちょっとまたね、これエピソード戻るけどさ、めっちゃ素敵じゃない？このさ、もう、2、3年？まず、そう、これ大事じゃないですか。結婚ってタイミングって言うけど、本当に急いで結婚しすぎても別れちゃうパターン。こんな人と思ってなかったとかさ。だけど、慎重になったらなったで、もうなんかタイミングわからへん。なんかもう同棲までしてしまったけど、これ結婚すると今のこの環境で何が違うんやろとかって言ってる間に、なんか俺たちなんかもう違うねみたいな。私たち、なんか変わっちゃったねみたいな。何でしたっけ？なんか映画、有村架純ちゃんと菅田将暉くんの花束か。あんな感じになりかねないっていうか、そう。だから本当に難しいですよね。相性っていうか、もう本当にだからさ、今、ブー太郎とゆうちゃらもこうやって、ずっと10年間いるけどさ、やっぱ奇跡やな、思ってて、急に関西弁出たけど。いやー、で、そんな中さ、こう2、3年。2、3年ってちょうどいいと思うんですよ、本当に。なんかこう、
一番3年でこう、1回倦怠期来るとかっても言うけど、まあそう2、3年過ごしてみたら、だいたいちょっとはわかるじゃない。半分以上はさ。で、そう。だからそれを見て、それでも気持ちが変わらなかったら結婚しようって言ってたんですけど、なんだろうね、運命のいたずらなのか、まあ赤い糸で結ばれすぎていたのか、まあ天がね、こう与えた罰は大きいもので、突然入院しないといけないぐらいのちょっとね、病気を発覚したらしくって、もう多分無事ね、今治ってるのかな、多分ちょっともしかしたら通い続けてる持病はずっと持ってらっしゃるのかもしれないけど、まあなんとかこうね、退院もできて、お世話できてるって言ってましたから、まあそんなだけどね、3ヶ月入院したけど、なんと、毎日来てくれたんですよ、3ヶ月間。結構これって、すごいことだと思う。なかなかできないですよ。そう。で、やっぱ先生にももうそんな毎日とかも言われかねなかったりもすると思うしさ、仕事でも疲れてる中、もう、やっぱもうどうしても気になるからっていう理由で、会いに来てくれて。ねえ、しかもね、会いに来てくれるだけでも十分嬉しいのに、このセリフはもう激キュンですよ。一人で直そうと思ってるから辛いんだよ。一緒に直していこうね。こんなんも言われたらさ、頑張りますってそれはなりますよね。いや、もうこれはそれはもう一生忘れないですよ。で、これをまた、でも、何気に、照れ隠して多分覚えてると思うんですよ、旦那さんも。だけど、なんか覚えてないなーって言ってくる感じがまたいいなって思いました。なんか、覚えてるにしろ。なんか多分、ほんまは絶対覚えてると思うんですよね。なんだかんだ。だけどそれをあえて覚えてない感じで、こう来てくれるのが、ちょっとまたさらにキュンキュンタイムかなってブータラは勝手に思っちゃいました。だけど今はね、時の彼は、いずこえみたいな、そんないずこえってほどひどい旦那さんではないと思うけどさ、でもやっぱ今はお世話してあげて、なんかこうちょっとね、立場逆転じゃないけどさ、それも幸せな形だなって思いますよ。これからも末永く愛し合って、いろんな思い出を作っていってくださいな、お姉様。誰やねん、ブー太郎。上から。私の方が長くやっとるわ。30年もね、近くいるから、なんかさ、豚先輩ずらしてさ、これからも仲良くやりやみたいな感じで言ってるけど、お前らやろっていう感じですよね。すいません、偉そうに。いや、だけど本当にありがとうございます。素敵なエピソード。めっちゃ順調。これ22分でしょ。また音楽止めちゃった。では、いきます。次、クッキータイム。クッキータイムいきます。ちょっと CM 挟みます。ブルトンね。ブルトントンブルトン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 ブルトントンブルトントンブルトントントンブルトンの私はクッキー焼くこと何十年。あんたに愛されるためにやったらひたすら焼いてきたブルブルブルトントントンブルトントンとブルトン。あんたはそのクッキーを一口食べたらもう他のクッキーは見えへんで。そんな一途な私はブル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 トントントンとブルトンブルブルトントントン。いやー美味しそう。 CM もう一本入ります。クッキーが食べたくなったらブルトンヌ。見て見て見て、色鮮やかなクッキーだよ。種類も1,2,3,4,5,6種類も揃えてみました。ブルトンヌのクッキー知らない？食べたことないの？それは時代遅れすぎる。これ食べたら他のクッキー食べれなくなっちゃうらしいよ。らしいっていうだけだけどね。とりあえず、そうだな。公園のチョコクッキー。これさ、ちょっとストップ。全然 CM じゃなくない？ただのなんか、短編売れない5流ぐらいのドラマじゃない？ちょっともう普通に食べるわ。なんか途中でCM じゃないなと思ってきて。もう終わります。はい。ということで、先ほど見ていただいたCM で紹介されてたクッキーが、なんとブーブラジオに手元に来ましたので、普通に紹介させてもらいたいと思います。ちょっと CM がね、どうも不評っていう噂なんで、もうね、このまま食べた方が伝わるかなと思って食べたいと思います。うまい。これちなみにディアマンショコラっていうお味らしいんですけど、表面には
何もついてなさそうに見えるじゃん。だけど見て、このちょっとした1センチもないぐらいのこの周りにちょっとザラメの砂糖をまぶしてるんですね。これがいいアクセント。でザラメがつきすぎるとちょっとザクザクしすぎてて、ちょっと鬱陶しいな。クッキーの食感ちょっと邪魔しない？あんた主張強すぎないってなんねんけど、ちゃんと主役を立ててるザラメさん。空気の読めてるザラメさんです。ザラメさんちょっとね、ついつい人の彼氏とか奪っちゃうタイプの女なんですよ。かわいそう。ザラメのことこんなこと。これは例えです。ブー太郎の勝手な偏見です。ザラメってね、どうしてもなんかちょっと人の彼氏を奪っちゃうような女で、だけどこの子は空気を見てる。ちゃんと主役を引き立ててる。恋のキューピッド役って感じ。うまいです。うん。全部食べたい。待って。ちなみに、ディアマンショコラ、今食べたやつは、ショコラのほろ苦さとザラメ糖の甘み、優しい食感のショコラサブレっていうことで、確かに、ちょっとした苦味、そんな苦くないけど、でも甘すぎない感じが、多分そうでしょうね。苦味を、いいバランスで保ってるんでしょうね。で、これ、ビスターシュっていうやつで、これ軽い食感のメレンゲやって、ピスタチオの豊かな風味と食感がアクセント。ピスタチオ確かに表面にいっぱい入ってるわ。見える？いただきます。メレンゲ食感でこれ。なんか空気食べてるみたいなやつね、これ、メレンゲってね。でも、ピスタチオの食感が最後まで口に残るから、メレンゲって溶けそうじゃん。で、なんか溶けて、もうなくなった。なんか一瞬やったな、メレンゲさんって思うんだけど、ピスタチオがメレンゲの余韻を残してくれてます。ちゃんとメレンゲはここに生きていたよっていう。そう。メレンゲ、主役はなくなっても、私があんたの愛を心で受け継いでいくでって感じで、ピスタチオがいます。最高です。続きまして、これ、ヘーゼルナッツですね。これ、サクッと優しい食感の中に贅沢なヘーゼルナッツの香りが広がります。いただきます。これ、自分の好きな食感。いいね。これ好き。ヘーゼルナッツが、パチパチくんみたいに。そんなハードすぎないクッキーに、ちょっとホロホロ溶ける系。それこそちょっとエシレの溶ける瞬間に一瞬似てる感じのクッキーの中に、細かくヘーゼルナッツの爆弾さんが仕掛けられてるんで、あれ溶けそうやけど、パチパチ言うてるっていう感じです。はい。花火のようなクッキーです。夏にいいですね。美味しい。これいつまで紹介するのって思われてそうやけど。全部紹介しますよ。これどっちや？これ、多分キャラメルサレだと思います、これが。キャラメルの甘みにゲランドの塩でアクセントをつけた香ばしいサブレやって。いただきます。何これ。キャラメルの甘みあるかな？食感はハード系。なんか一番わかりにくいかも、味が。キャラメルっちゃキャラメルか。でもそんな主張強くないキャラメルで、塩もあんまり、キャラメルの甘さの方が強いかな。でも、塩よりは。でもそのキャラメルも、全然主張が強くない。不思議。続きまして、これさっき食べたやつやな。ラム酒が入ってるやつ多分。ガレット・ブルトンヌ・ドゥミ。発酵バターとラム酒の香りが広がるザクッとした食感の厚焼きクッキー。念のため一応食べてみたいけど、さっき食べたやつやと思う。
確かに発酵バターとラム酒は気づかんかったけど、さっきのやつで。なんか言われたら、後味がすごい、こう、そういう発酵系のラム酒やね、これ。の香りが広がりますね。確かに言われたら。うん。ちょっと癖あり系。うん。で、ラスト、これ、フランボワーズっていう、こう渦巻きになったやつ。これもキャラメル、甘酸っぱいフランボワーズのコンフィチュールを巻き込みましたって書いてます。確かに中にこう、入ってます。うん。一番硬い。めっちゃコーティングされてる。周りが。和菓子の、かりんとうとかによく一緒に入ってる、周り白くてさ、中になんかちょっと入ってるやつあるやん。なんか茶色いのが。丸いなんか。うん。あれの食感に似てる。それのフランボワーズ版って感じ。これめっちゃハードですね。で、ちょっとグニャグニャーってこう、フランボワーズの食感がこう、べちゃーって感じで、これ言い方悪いな。こうフランボワーズがちょっと、ジャムじゃないけど、あるじゃん、こういうの。なんかねっとり、口にねちょってなんか言い直しても下手くそやな。でも新しいね。クッキーっぽくない。ベータルは一番はヘーゼルナッツがダントツで好きでした。はい。これ。ということで、お菓子コーナーになってきたな。30分で終わりそうって言ってたのに、結局終われないし。じゃあ最後に、多分最後なんですよ。これね、一応メモったんですけど、紹介してない人いたら本当にすいません。ただただ。でも多分、紹介したはずです。見落とすことあるんでね、ブー太郎。本当その方はすいませんが、悪気はないです。では、最後いきます。さゆりんさん。私が高3。主人は大学生の頃から4年半付き合って結婚した私たち。それまでは締め切った教室や校舎や体育館の裏に呼び出されてドキドキの告白だったのに、主人は告白がなく友達交えて会ってたのがいつの間にか2人で会ってて、自然と付き合うという初のパターンに。そんなパターンに主人が大人に見えました。そしてプロポーズ。主人の就職先は転勤があり、赴任先が遠方になって毎週末私の実家に帰ってきて泊まっていくことが2年ほど続いたある日、来週挨拶に来るからと、それがプロポーズの言葉かな。私の返事は聞かないパターン。ちなみに息子や娘はひざまずいて指輪を出して結婚してというプロポーズを受けているそうです。じゃんじゃん。いかがですかこちら。素敵でしょこちらも。ね。よくない？でもなんか、前回もそういえばなんか勝手に決まってるパターン。結構お耳にしたんですけど、なんかまたそのパターンとはちょっと違うパターン。でもすごくない？高3で、旦那さん大学生の時から付き合ってたんですよ、4年半。その4年半だけでも長いけど、そっから仕事就職して、転勤があって、なんと遠距離になり、でも毎週末帰ってきてくれて、って、それ2年続いたんですよ。その6年半、その学生の頃と転勤生活、6年半ってさ、結構苦労したっていうか、なんだろうね。お互いの努力が見えるというか、絶対ここでさ、お別れするパターンってあり得たと思うんですよ。だからもうそこにはやっぱもう絆がありすぎるから、この、さゆり、来週週末、挨拶に来るから。
か言われたらさ、結構キュンじゃない？だってもうだいぶ6年半。まあでもプロポーズの言葉欲しいか。とも思うけど、なんか、ちょっとクールで。そう、それこそ主人が大人に見えた学生の頃。体育館裏とかさ、校舎に呼び出す、あったじゃんね、よく。まあ、ブータロはあんまされたことないけど、したことも。よく友達とかがそういうことされてたからさ、それを聞くたびに、みたいな、あんたたちやってんねって思ってたけど。まあ、そこを超えてさ、その時から、そういう、なんていうんだろう。まあ、臭いじゃないけどさ、よくありがちなことはせず、友達交えて、俺らこんだけの期間がいる。もう、そういうことだから、みたいな。言葉にはしない大人な対応。まあ、これちょっと賛否分かれそうですが、でもかっこいいよね、クールで。なんか大人な感じがする。なんか、すごい、根っこ何やろ、説明が難しいけど、承認欲求がない感じ 100% みたいな感じ。なんかわかる言いたいこと。なんかついついさ、自分に寄っちゃいがち。なんかサプライズとか、そういうなんかめっちゃ凝った演出も憧れるし素敵なんやけど、悪く見るとしたら、あえて悪く言うとしたら、ちょっとこう、見せつけなんかこういうことやったでしょみたいな。もう素敵ですよね。っていうのがちょっとキラキラしすぎてるじゃないですか。だから、なんかちょっとそっちにどっちかとそういうことをしたっていうことに、なんか満足してしまう最低人間タイプの人もいるわけですよ。蓋を開けてみればね、ごめんなさいね、これはめっちゃひねくれたバージョンで今答えてますよ。基本的にはそういうサプライズとか、もう凝ったプロポーズとかってもう大歓迎やし素敵なんですけど、ひねくれてなんか悪い面で見るとしたら、ちょっとなんかこう、なんやろな、わかる言いたいこと。ちょっとこう、作品にしすぎちゃってるっていうの。だから今回の旦那さんの場合はさ、なんかもう、そういうの一切飾り付けなしみたいな。もううちは、もう60年間、この豆腐を作り続けてきたやから、もうこれでええねんみたいな。なんか芯の強さを感じるっていうか、そう、なんかもう、わかるよね。一緒にいて通じてるよねみたいな。この、ようチェケラみたいな感じが素晴らしいなと思いました。はい。っていう感じで、紹介終わりました。もう皆さん素敵なプロポーズトークやエピソードトーク、ほんと聞かせていただきまして、誠にありがとうございました。今月はスペシャルマンスですし、特に先週、今週とかは、スペシャルウィークでもあったので、特別こういう告白プロポーズスペシャルで紹介させていただきました。また来週も何かね、トークテーマ決めて募集するのもいいし、またなんかちょっとこういうなんかパターンもありじゃないっていう新企画とか、なんか、もしあればコメント欄に書いてたら採用するかもしれないんで、引き続きエピソードトーク系がいいっていう声が多かったらエピソードトークも続けていくし、もしかしたら皆さんも飽きてきてるかもしれないんで、いろんななんか提案をしつつ、お互いね、こう、ブーブラジオを視聴者さんと僕で一緒に作っていけたらいいかなと思います。はい、ということで、終わりましょう。皆さん、ちょっと30分過ぎたとはいえ、今日は無事、綺麗に終われる、珍しい日となりました。携帯ももう大丈夫そうですね。はい。では、私はこの後、ニューチャローとプチデートを楽しんで、プチデートじゃないな。今日はちょっと本格的なデートか。いろいろ楽しんでいきたいと思うし。また、あれですね、ボーイフレンド、第1話から第6話までもまた見たんで、結構わかりやすいよとか、またちょっと続き聞きたいですが、ネットフリックス見えない人は結構多いみたいで、ブータローの、すいません、ブータローの話で、こう、見た気になりたいっていう方も多かったんで、ブータローも喋りたいしさ、また、ボーイフレンドについても喋りたいし、他にも、いろいろあるので、今後の、ブータローももちろんだし、ゆうちゃんとブータローの活動もお楽しみにということで、ありがとうございました。ではでは、またねー。